それでは時間になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。今日はいきなりですけども、地図の方からちょっと入ってきます。実はこの地図、どうも、しめじさん、よろしくお願いします。はい。今日実はですね、すごくドタバタしていまして、何かっていうと、本当情けない話だけど、iPhone を落としたんですよ。まあ、この地図は何かというとですね、パソコンから見える iCloud っていうものなんですね。皆さんはあれです？しめじさんも、携帯なくしたりしたことってあります？これ何を言いたいかというと、なくした時に、iPhone の今、iOS15 っていうのは、ないですね。ないんですね。で、まあ、パソコンから GPS 機能を使って、どうも、川端さんよろしくお願いします。ちょっと今、携帯用のなくしたお話を最初してるんですけども、何かっていうと、この iCloud っていうものがあって、このサーバーから今ある、その iPhone 機種っていうか iPad も含めてなんですけど、すべてのデバイスがどこにあるかっていうのを表示してくれるんですね。なので今日僕の方もその iPhone なくしたと思って、じゃあどこにあったかなと思ったら、まあ自分の目の近くにあったっていうことはこの iCloud によって分かったというか、パソコンで見て別の携帯で Wi-Fi をちょっと調べて、で、今これ僕のお家のところに全てのデバイスが出てるんですけども、Android も多分、同じように Google から検索してできるみたいですね。で、そのためには、iPhone の方で、多分ね、設定してあると思うんですけど、皆さん、探すっていうボタンを。GSP は基本オフにしてます。そうなんです。そう。やっぱこれ、いい点と悪い点がありますもんね。GPS でこう何かね、見られたら、やばい人もいるでしょうし。で、まあ僕の場合そう見られたらやばいのもないので、特に。なので、オンにして、で、こういう風にね、出るようにしました。まあ本当はね、自分とこ電話かけてね、鳴ってればね、電話鳴らせばいいかもしれないですけど、バイブにしてたので、全くわからず、まあ、手元にあったっていうことで、まあ、これがiCloud の、GPS 機能のやり方になります。ということでね、今日ドタバタしてて、これでね、1時間ぐらいなんか右往左往してて、結局ご飯も食べれずっていう感じで、今日はお届けしているという次第ですね。はい。はい。じゃあこれが消して、今日のテーマなんですけど、前半なんですけども、脳のことについてちょっとね、お話ししたいなと思っています。今ちょっと僕の抱えていることで、まあこれは、今日の本4訳チャンネルで出た内容だったんです。ちょっと面白かったので、中高年の方とかが、これから脳において、なかなか自分のその脳の老化に気づくことができないっていうことで、40分の、内容ですけど、ちょっとこれ見ながら、いろいろ話していきたいなと思います。今すぐ分かる方法についてです。ちょっとこれ、まずは音が出てる脳の老化に気づくのは難しいあれとですかねこういうお話から始めましょう。音が出ながら私たちの脳は通常僕が喋るのってあんまり30代から少しずつ萎縮が始まり、二重音声60代みたいな半ばになるとよくないですかね MRI 検査の画像を見てすぐ分かるレベルの明らかな萎縮が起きます。そのまま何の対策もせずにいると脳の老化、すなわち老人脳になっていくんです。老人脳になってしまうと、新しいことをするのが億劫になる、物忘れが多くなる、無配慮になる、ミスが多くなる、耳が聞こえなくなるなどの症状が現れるようになります。私たちの脳の情報処理能力は
18歳がピークで、以後はだんだんと下がっていきます。ですから、情報処理能力を発揮するような仕事は、脳科学的に見れば、若い人の方が向いているということになります。このように言うと、がっかりする人もいるかもしれませんが、一方で50代以降の人たちに朗報があります。なんと50代以降でも伸びる能力があるんです。意外にね、それは語彙力です。語彙力のピークはなんと67歳なんです。こうした言葉の力など、年齢とともに蓄積されていくものを結晶性知能と呼び、その中でも語彙力はダントツで伸びていく能力なんです。また、生きる上で非常に重要な相手の気持ちを読む能力はどうでしょうか。この能力は10代以下の人が低く、そして20代になって急激に伸び、ピークは48歳、それ以降はぐんと落ちていき、50代、60代とどんどん下がっていきます。ピークがね、48歳なんですね。この相手の気持ちを読んだりするのが。だんだん周りのことを気にしなくなる人がいます。別に悪気があってそうなるのではなくて、脳の能力が落ちていくことで自然とそうなるんです。こうした傾向は着るものにも影響し、若い頃は近所のコンビニに行くのもちゃんとした服で行っていたのが、50代、60代になると着替えるのも面倒になり、家着のまま外出したり、寝巻きのまま行ったり、どんどん人目が気にならなくなるんです。そして相手の気持ちを読む能力がさらに衰えていくと、いわゆる嫌な老人、切れる老人になっていくこともあります。家族に横暴な態度を取ったり、先ほど紹介したようにお店で店員さんに乱暴な言葉を使ったり、自分の思い通りにならないことに切れるようになったりします。ですから48歳を超えたら自分が老害にならないように、相手の気持ちをしっかり考えることに意識を向けていく必要があるんだと覚えておいてほしいです。しかしこの人の気持ちを読む能力は人によって振れ幅が大きいということも分かっています。例えば僕の場合はこう教育関係というか、やっぱり生徒のこととか先生とか周りの対人関係でやっぱコミュニケーション能力がどうしても必要なので、相手の気持ちっていうかそういう立場で読まないと、どういうふうにねその子を指導するので、どういうふうにしたらいいか考えることができないと、頑固先生じゃなくて自分の言うことが絶対だみたいになっちゃうといけないのでね。人によって大きく異なるというのは、私たちも納得できる話だと思います。頑固な老人、切れやすい老人がいる一方で、いつもニコニコ笑顔で温厚で優しい老人の方もいますよね。なんで同じ老人なのにこんなに人によって違うんだとびっくりするぐらい、世の中には2種類の老人がいます。それは老人脳になっているかどうかの違いが大きかったわけなんですね。確かによく考えてみれば、多くの人と積極的に関わって活動的な老人はいつも元気でニコニコ笑顔でいるイメージがありますね。反対に家にこもって外出をあまりしなかったり、人とあまり関わっていなかったり、不健康な生活習慣を送っている老人はなんとなく頑固とか切れやすいといったイメージがありますよね。そう、今止めちゃった。若々しく保つような生活習慣を送っている老人は、人の気持ちを読む力がいつまでも衰えず、多くの人に囲まれ満足した老後を送ることができる。一方で老人脳を加速させるような悪い習慣を続けている人はどんどん頑固になっていき、切れやすくなり、人が遠ざかっていき、孤独な老後を送ってしまう。このような未来が想像できます。趣味とかでどちらの老人になりたいでしょうか。そしてどちらの老人と関わりたいと思うでしょうか。答えは言うまでもありませんよね。ぜひ今回の動画を通して脳をいつまでも若々しく保つようにしましょう。さてここまで自分では脳の老化になかなか気づけないんだよと、そして年を取ると私ちょっと止めますね。今日これでこの後半はまたどういうことをすれば脳がこう老化しないでいるかっていうことを第3弦かな、このあたりとかで説明して、これ長いのでちょっともう見てこれはね実際の対応策みたいなところが出てきますので、またぜひねこの本要約チャンネルの今日の
見ていただけたらいいかなと思います。僕たまに見てて面白いなと思うので。でですね、今日はですね、この、内容は、僕にとってすごい大事だなと思ったんで、紹介したんですけど、今ね、ちょっと川端さんが言われていることがどうかわかんないですけど、今僕が抱えている問題がありまして、大人のね、その発達障害についてっていうのもちょっとだけね、今抱えてるんですよ。うん。で、どういうことかっていうと、ある職場で、僕の中の職場で、実は、ちょっと発達障害、いろいろあるんですけど、ADHD ではないかなっていう、方が例えばいらっしゃって、問題はですね、その方が、自分が例えば ADHD なので、例えばいろんなことができないかもしれないですけど、サポートしてほしいですっていうこと、例えば本人が言っていればまだ合理的配慮っていうんですけど、できるんですよね。例えば、ちょっと遅刻をしてきてしまったりとか、いろんなこと忘れっぽかったりとか、ADHD っていろいろありますけど、思いついたことを喋ってしまったりとか、忘れ物が多いとか、あるじゃないですか。で、僕らでもそれは、一部あると思うんですよ。ただ、それが顕著として現れてしまったときに、職場としては、合理的配慮っていうのをして、例えば僕だったらその出勤確認とか、今日、こうですよ、何時からありますよ、みたいな形で配慮したりすることができる。問題なのは、これを周囲の人に言ってほしくないっていう人もいるんですよね。はい、どうも。こんばんは。ゴンベイさん、こんばんは。よろしくお願いします。そう、ここが、ちょっと僕の中で今ちょっと問題というか、どうしたらいいんだろう。だから、明らかに、職場の例えばマネージャークラスには、上の方には、ちらっと言ってるらしいんですよ。ADHD だっていうこと。だけど、周りの要は、職場、僕の中の職場では、まだそれを言わない。どういうことが起こってるかというと、その子が、いつも遅れて、例えば来るときに、他の子も、この時間で遅れてきてもいいんだと思って、ちょっと出勤が連鎖的にみんな遅れ気味になってきちゃったんですよ。うん。わかりますかねでその子は悪意があって別に悪意っていうか遅れてきてるわけじゃないのに、なんかその空気が他の方にも連鎖してしまって、ちょっとなーなーに出勤がなってしまった。で、これはね、やっぱり良くないこともあるなと思って、で、僕も、上の方に相談して、この方の合理的配慮っていうのをした方がいいのかどうかっていうのを迷ってると。で、もう一回、確認をその方に、僕はちょっとするわけじゃなくて、マネージャーの方から合理的配慮した方がいいのかどうかを確認をしてください。で、そのままそうじゃないと周りの空気がなーなーになってしまっているっていうか、いうことが出てきたんですね。はい。いろいろ職場で発達障害の方とかいらっしゃるとこっていろいろ苦労があると思うんですけども、僕のとこではこういう接し方とかをね、特に考えていかなきゃなっていうこと、今最近すごい思ってることでした。はい。で、なかなかこういったことって、今配慮してくださる、あと忙しい職場とかだと、そこまで発達障害の方とかに関しても、この人ちょっとなんか変わってるなって思ってるぐらいで、なかなかそこまで配慮することって難しいかもしれないですよね。うん。で、このね、YouTube がね、この YouTuber さんちょっと発達花子研究所さんっていうところなんですけど、漫画でね、こういう
この漫画はね、何かというと、アスペルガーの方がテレフォンオペレーターをやるとどうなるかっていうことで、まあこれもちょっと今日時間がないので紹介だけするんですが、結局はですね、このテレフォンオペレーターっていう仕事を発達障害の方がやったら、結局何かっていうと、テレフォンオペレーターって、最初はマニュアル通りに読んでいけば、オペレーターが、わかります。致命的なミスをしてもケロッとされると周りがイライラしたり、モチベが下がります。そうなんですよね。そう。なので、なんていうかな。まあ、このテレフォンオペレーターで言うと、最初は研修期間で、AD、そのアスペルガーとかの方とかは、マニュアルにしっかり載ってるものに関しては、真面目なので、基本は。すごく丁寧に対応できるんですよ。ところがですね、これ、まあ、全部見れないですけど、どんどんこの人が、テレフォンオペレーターですから、お客さんの要望が、マニュアルに書いてないこと、マニュアルに書いてないことに遭遇するんですよ。そうすると、やっぱり対応ができなくてパニックになってしまうんですね。で、パニックになってくると、何を言ってるか当然もう、わからない。で、僕らでもそれはありますよね。パニックになりゃ何が何だかわからない。まあ、これがアスペルガーの方だと、こうね、マニュアルないとパニックになってしまって、で、夜も寝れなくなってしまって、努力はすごいしてるんですよ。はい。で、夢の中に出てきちゃって、で、うまくいかなくなってくるから、まあ、結局はその、体調悪くなってきてしまって、こういう仕事ができなくなってしまって、まあ、辞めてってしまったっていうことなんですね。で、その後に、この人のすごいところは、自分に合った仕事をこう探すことができたんですね。その後、アスペルガーで、まあ、仕事について考えると、まあ、テレフォンオペレーターとしては臨機応変な対応だから、ちょっと私には向いてないかなってことが分かったと。で、この人は、結局は、そういう、こう、自分の適性っていうのが分かって仕事を見つけて、まあ、いい形ですね。本当在宅ワークで、広告代理店で、ウェブデザインを学んで、スキルアップをしながら、自信を取り戻してるっていうことで、すごいいい形なんです。なかなか、こうやって自分の特性を活かして、仕事を見つけるっていうのは、本当大変だと思います。で、私たちの教育業界とかでも、結構勉強を教えるだけだったらいいと思うんですけど、やっぱりやることもね、やっぱり出てくるので、いろいろ。事務処理とか。そういうところは、まだ、なんていうかな、こっちで合理的配慮をするんだけども、なかなか自分に合ってるかな、合ってないかなっていうのも、こうね、選んでいかなきゃいけないのかなと思ったりはします。今すごくね、多いと思います。ていうか、僕は中高生を見てるから、中高生の子でも、もう明らかに、勉強は偏ってできる学習障害の子もいるんですけど、大人になった時に、これ自分で向いてるものとか見つけないと、トラブルになるだろうなっていう子はね、結構いると思います。はい。まあそんなことをね、日々ちょっと最近ね、考えながら、まあ、ちょっとトレードと全然関係ないですけど、まあ過ごしてるということになりますね。はい。また興味があったらね、この発達障害については、例えばアメバ TV とか、ああいうあたりも結構グレーゾーンとかね、やってますので、職場でいる人とか、なんかね、余裕があったら、まあ自分自身のことでいっぱいなこともあるとは思うんですけど、やっぱりこう年齢を、進むにつれてね、周りの環境とかを見ながら、そういう子たちのこう合理的配慮ができる仕事っていうのはやっぱり大事だと思いますのでね。まあ興味があったらまた見ていただけたらなと思います。はい。ではですね、ちょっと教育関係、もう俺ちょっと本当最近トレーダーのドロっていう名前からなんか、教育業界なんか
名前変えた方がいいかもしれないですね、サムネイルを。はい。それでは今日後半、今日の特集として年金のね、2000万円問題のところ、2つほど、YouTuber さんでいいこと言ってらっしゃったので、また紹介したいなと思います。発達障害ですって投稿ありますが、考えてしまいます。ああ、そうなんですね。はい。ちょっとこう、また発達障害のあれじゃないんですけど、僕は、病気って捉えているのもすごく、名前がね、発達障害っていうのがね、難しいんですよ。だから、特徴がやっぱりあって、その中で脳の多少障害ってみんなそれぞれあるんですよね。うん。なので、それは自分に合ったものっていうのを探した方が得で、あと、今、5年前と比べれば今は、ADHD って言ってもいい世の中になってきたと思います、僕は。はい。アスペルガーとかね。ちょっと心ない人が、お前アスペだろっていう言い方をして、昔のなんか差別用語みたいな形で言う人がいるんですよ。これはね、もう絶対許せないですけどね。はい。そういうこう、ペッと言った言葉とか、そういうのはもう、僕が言ったところではもう、断固として論破したいと思うんですけど、まあでも、今はこういうのを伝えて、時代ですね。うん、そう思います。本当に。はい。だから、少しでもね、こう、私たちの、例えば中高年の年代が、そういうのを若い子たちの方が、理解してほしいと思う。今のね、中高年の人とかは、まだね、理解が少ないと思うんですよね。うん。今って、もう理解する必要はあるなと思います。だけど、問題なのは僕は、今は、その若い子か、ADHD って言っていいかどうかを、なんていうかな、恥ずかしいから言いたくないのか、うん、どうかっていうと、そこがね、僕は今ちょっと、問題っていうか、自分では理解してるつもりではあっても、その人が言ってこないと、なかなかこう、合理的配慮していいのかどうか、うん、出勤確認とか、いつも、これはこういうふうにリマインドしようねとか、なんかこう、アドバイスできること、携帯になんかアラーム鳴らしとこうね、みたいなとことか、あるじゃないですか。うん。そういったことがなかなかアドバイスできないっていうか、うん。みんなと横一線になるとね、なかなか難しいとこありますよね。うん。ちょっと、どんどん、また、もう半分ぐらい、20分ぐらいいっちゃいましたね。はい。またね、ちょこちょこ、こんな話、ちょっとね、登録者数は少なくても、僕の生きてる道というか、今、教育とトレードっていうかね、お金の話は、こう、セットですので、自分の中では、こういうのをやっていきたいなと思っております。はい。じゃあですね、今日の相場を見つつ、後半のね、2000万円問題の方、特集に入っていきたいと思います。どこだっけ？はい、いきます。今日の相場の方の、まず、最近はやっぱりどうしてもこう、FX から見ていかないといけないですね。うん。ドル円の方が 144.6 ということで、今は収まってますけど、結局為替介入しても、もうすぐ145まで戻ってしまいました。そうですね。まあ、注目されていますけど。ユーロ円も高い。140円になってしまいました。あら。でも、今、珍しいですね。あ、ユーロ円だからか。はいはいはい。円安が続いております。今日の FX としては、珍しいのは、ポンド円も 2.56 ですね。158で動いてます。主だったところはでもこれぐらいですね。いや、基本 1% 動いてるっていうのは FX ではとんでもないことですからね。はい。このポンドの
2% っていうのはとんでもないことだと思います。はい。ポンドドルも 2.36 ですね。はい。人民元もちょっと今動いてますね。1.05 ですね。はい。FX はこんなとこです。では、米国の今の動き見ましょう。どこだっけ？ごめんなさいね。ナスダックが 3% 落ちてます。わわわわわ。これはひどいね。いやー、S&P も3620まで落ちてますね。今日、すごないです、これ。ビックスが33まで上がってます。いやー、これはきついね。ちょっと、今日なんかありましたっけ？なんですか、これは。ニュース、ちょっと全然これ見てないので、ちょっといいですか？ニュースなんかあります？今日。ちょっとニュース見ますね。速報で出てますな。7位に S&P が2年ぶりの安値どこまで下がるかしか書いてないな。想定すべき最悪シナリオ。なんで下がってるかの原因は載ってないですね。ちょっとこれ見てみますか。ちょっとリアルで。お花、米国 GDP 出ました。あ、GDP 出たんですね。マイナス成長かな？これ、最速、今日の7時のやつは、これでは載ってないね。ちょっと今 GDP 見ていいですか？速報で、ここでわかるかな？いや、今日のは、きついね。短期、最近ちょっと短期をあんまりやってないからあれですけど。おいおいおい、米国 GDP 速報値ですよね。これだ。あ、違う。2027月9日。あ、ヤフーはまだ速報が出てない。お花、0.6% 減。あ、また。あ、そうなんですね。もう絶対それですね。うん。ヤフーでさえ速報出てないんだな。とろいな。とろいなとか言っちゃった。GDP ってもしか9時半に出るのか、いつも。もしかしたら1時間前ですね。これ、でも、そうですね、これ。あ、もう絶対それですね。はい。アナさんありがとうございます。戻しますね。もう積み立てもがっくり。あ、先物もがっくしですね、これ。がっくし半導体もがっくり。あ、2年債が 4.29。米国の2年債が 4.2 ですよ、もう。4% 超えてこんな金利。もう最悪ですね。いやー、もう、株式投資、積み立てすらももう見たくないですよね、これ。積み立ての金額すら見たくない。もうなんかもう今年になってビックス何回30超え見てるか。はい。いやーもう解説が止まっちゃうね。
いや、もう3630ってこれ、ちょっと待ってくださいね。これ、SP500 のちょっと先物の4時間足見ていいですか？あ、この間S&P の先物3600ジャストまで下がったんですね。9月28日の時。これか。3600、ここ止まるかな？ 3600 で止まればいいですけど。俺3600止まらなかったらストーンですよ、また。ああ。こっちは？そうですよね。ここ3630。あ、今の位置。3630今の位置ですよ。今の位置からまた落とせば3600。3600まで落ちたら短期でやってる人が絶対ここ3600の位置で仕掛けてるので、ストーンと行きます。はい。3600でも、なんていうの、持ちこたえるかどうかですね。ナスダックも見ますね。同じですね、きっと。ナスダックも同じです。11,078。今が11,100。そうですね、ここで支えられるかどうか。で、一番下が直近で6月。11,000。もう11,000切ったら、ないよ。もうないよ、本当に。11,000切ったら、コロナの大事証券ですと邪魔。2020年の9月が16,000があるな。ここか。いやー。もう。最近どうなんですかね？もうみんな米国株のことをヒャーヒャー言ってますかね？僕最近ちょっと米国株の YouTuber さんのあんまり見なくなっちゃったので、はい。どうなんすかね？もう。はい。という、散々たる結果の今、米国市場でございます。で、中国はどうですか？まあ、なんか香港もまだ17,100ですね。香港もひどいですね。中国も全然ですね。はい。インドも悪いですね。証券口座見たくない。もう積み立てはまあ5年ぐらいほっときましょう。皆さんまだ大丈夫ですよね。引き出さなくて大丈夫ですよね。はい。5年ぐらい見ないと、5年以上見ないとダメですよ。本当に。はい。思います。まあ、これで、一番、こんな言い方、あれですけど、かわいそうっていうかなのは、多分ですけど、金融。お花、長期目線で待ちます。いいですね。そう。退職されて、65歳ぐらいで、今まで投資をしていなくて、で、退職金が例えば出て、で、2、3年前ぐらいに退職金を資産運用で突っ込んでる人。これはやばいっすよ。だって、今までそんなにね、僕らも、そんな、長い間、金融を、ね、見てきてやってるわけじゃないとしたならば、まだまだ、長期目線で見れるじゃないですか。で、60歳代の人とかって、割と今って、株式投資をした方がいいって言われていて、で、まだインターネットができる人なら自分で探して積み立ててる人もいるかもしれませんが、もし証券マンの方に聞いて、ね、こうやった方がいいよとかって、NISA やった方がいいよって言って NISA で込んでいたら、ビビりますよ。最悪去年退職してその退職金を入れたおじいちゃんおばあちゃんがいたら、
ビビりますってこれ。そんな人いたら。で、なかなかそれって見えないじゃないですか。60代の人って。60代の人って、インターネットをこう使える、ネット証券使える人ってギリギリ使えるか使えないかの年代なんですよね。きっと。まあ僕、卓球やっててわかるんですけど、卓球の仲間が70代の人がスマホを使えるのが、LINE が使えるのが半々ぐらいです。パソコンも使えるけど、ネット証券をやっている人ってじゃあどれぐらいいるのかなと思えば、そういない。うん。SBI 証券とか楽天証券とかね。うん。となると、一番損してるっていうか、恐怖を感じてるのは多分60代の人だと思いますよ。今。と言いながらもですね、すいません。今もなんかヨーロッパもめちゃくちゃ落ちてますね。ここ。やばい。ドイツが11,000台ですよ。15,000って言ってたのに。11,800ですね。ユーロが3,200ですよ。あ、トルコがなんかめちゃくちゃ落ちてます。もうトルコはやっぱりになっちゃいますけど、ドーンときますね。一回こう、もじもじしてドーンと来るから怖いわ。はい。南アフリカもさっぱりうまくいきませんね。もううまくいくとこ、オーストラリアがまだマシか。はい。というところで、インドもまだうずついてますね。まあ、インドはまだマシ。16,800ですから。インドの低いとこ15,000ですもんね。はい。という状態でございます。世界でもいいとこありません。もう今株やってる人でいいなと思って、まあ仕込み時って言ってる人もいるんでしょうけど、ね。まあ、ちょっとぐらい上がってからでも全然遅くないで、今から仕込んで下がってビビっちゃう人も多いと思うので、SP500 なんかまだ4,000ぐらいで積み立てても全然いいと思うから、様子見た方がいいんじゃないですかね。売るのだけはやばいっす。はい。コモディティ見ますね。ゴールドは安定してますね。はい、今日は。まあ、気がつきゃ1648です。シルバーも低いですね。18.5。原油がちょっと戻りましたね。80切ったりしてたんですけどね。80台ですね。はい。天然ガスは、一回上がったんですね、これ。で、また落としましたね。今日、急に。6.6 ですね。6.6。まあ、って感じですね。はい。その他のコモディティは大豆、コーン、小麦。これ長期で見ましたけど、レンジ相場ですね。まだ。レンジでした。はい。ソフトコモディティはまだレンジです。インフレに関してのキーワードのこのソフトコモディティと原油は、まあ、もうインフレも高止まりっていう状態かなと思います。まあ毎週土曜日にサラさんがさらっとインフレ特範囲じゃないけど喋ってくれるので、どういう風かなっていうのが実感でわかるので助かりますけどね。数字上ではまだ高止まりの状態ですね。もうこのソフトコモディティが下落トレンドになったり、原油も60代とかに行ってこれば、またね、少し変わってくるかもしれませんけど、今、まだ高止まりの状態であります。最後にちょっと、仮想通貨見てみましょう。すげえ落ちてるわ。もうダメだ、こりゃ。イーサリアムもう終わってますね、もう。いやーもう俺ももうほっとかないかんね、これ。はい。いやーもう、無理。はい。今日のCPI ですね、これは。はい。はい。って感じです。すいません、もう、解説になってないです。はい。ということで、皆さん、同じように思ってると思いますけど、長く見ていきましょう。積み立てするときには、特にね、やっぱり、積み立てNISAが、と、あとNISA口座
が合体して、今年の12月にどういう形で法律が恒久化に向けて発表されるかっていうのを注目していきましょう。はい。恒久化に本当になってくれるのかどうか。金融庁で今回出したね、もの突っぱねられるのかどうか。資産倍増計画ですね。ここに期待しつつ、こんな相場で税金取られてたら、ね、損すれば税金取られないですけど、得して税金取られてってね、ふざけんなって言いますよね。はい。はい。じゃあ、今日ちょっともうこんなとこでいいですかね。本当はヒートマップ見たいですけど、真っ赤っかだと思うのでやめます。はい。ではですね、今日の特集いきたいと思います。今日の特集ですけども、どっちから行こうかな。こっちから行きますか。こっちから行くわ。今日のこちらの方がですね、見ていただきたいと思うんですけど、僕いつも、よく見てる、お金の学び場チャンネルですね。藤野さん、ひふみ投資の、ファンドマネージャーの藤野さん。で、多分、藤野さんはもともと、ひふみ投資のファンドマネージャーということで、ひふみが絶好調の時は良かったんですけど、今はどのとこもね、絶好調じゃない。でも、なんかこのお金の学び場チャンネルさんは、もともと、世の中の人たちに、なんていうの、積み立て投資をしてもらいたいっていう思いがどうも、藤野さんの中ですごいあったらしいですね。で、そういう金融のことをもっと優しく世の中に広めたいっていう思いが、あってこのチャンネルを作ったらしいですね。で、今回これ出すのが、2000万円問題を当時、作ってた人が、現れて、その人とちょっと対談をしていて、実際2000万円問題ってどういうことだったのかっていうのを最初にちょっとお話をしております。将来のお金を減らす選択肢。将来のお金の心配を減らすね。お金を減らす選択肢っておかしいですね。心配を減らす選択肢という動画になります。ちょっとこれ最初、ここからいきますね。音が小さいかもしれないですね、これ。何だったのか、竹川さんが当時の真相を語ります。そうですね、すごい聞こえるかな。あまり触れられたくない過去なんですけどちょっと音が小さかったらすいませんね。何の報告書だったか分かりますか？分かんないです。あれってみんな2000万円問題はって言われるんですけど、この方がね、その2000万円問題のその高齢社会におけるこの報告書を作った人のメンバーだそうですね。すいませんね、なんでこれ小さいんでしょうね。資産管理の課題としてはどういうものがあるのかっていうのをそもそも話し合ってまとめたワーキングなんですね。だから本当はどういう視点で考えたらいいかとか、どういう課題があってどういうソリューションがあるのかっていう最大だな。まとめているっていうことと、あとは最終的にその報告書ってまさに先ほど藤野さんがおっしゃったみたいに一人一人多様化していて違うんだから早めにちゃんと見える化しなさいねとか、一人一人に合ったその人生設計とかを考えた上で対策を立てましょうね、で現役世代だったら早めに、長期分散で積み立てとかを考えましょうねっていう話、声が小さい場合また簡単にまとめて説明させてもらいますね。すいません。一番最初のパートにいろんなデータ集があったんですよね。でそのデータの中にその総務省のデータがあって、60歳の60代の無職世代の世帯の収支、それが5万円ちょっと。マイナスではなくて本来はある金融資産の中から取り崩して使っているだけなので別に足りないわけではないんですけれども、非常に2000万円というキーワードだけが注目されてしまったので、全く逆の主張をしたかったのにそこだけ注目されちゃったっていうのは非常に残念です。でそこでもね、あれは私もねそれ読んで、同じこと思ったんですけれども、
でも同時にすごく思ったことは何かっていうと、はい、この老後資金2000万円問題についてあそこの報告書に対する違和感はなかった、全くなかったんですよ。全くなかったんだけど、想像を絶するぐらい実はメディアの人たちであったり、それから政治家であったり、それからさまざまな専門家っていう人たちが、この問題について、もしくは金融リテラシーっていうのが著しく低いっていうことに愕然としたんですよ。なるほど。実はこのお金の学び場を作ったっていうのも、このこと言ってるんだ。あれ見てのショックって大きくて、なるほど。いやちゃんとお金について触れ合ってコミュニケーションする必要が必要だなと思っていて、でそれを今まで思っていたのは、それは国の仕事だと。協力するけど国の仕事だというふうに思ってたわけですよ、学校とかね。でも自分たちが大事だと思うことを分かりやすく伝えるっていうのは別に国だろうが民間だろうが関係ないんで、だから自分たちが自分たちで意思を持ってやることが大事だというふうに思ったのが、実は報告書で思ったことがこういうお金の学びを作ってきっかけにもなってるんですよね。私も例えばネット証券とか、直販の運用会社さんの集まりとか、自分でも主催をしたりしてセミナーをやってるんですけど、そういうところに来る方って関心があるので、すごくなんか投資信託の積み立てって盛り上がってきたのかなとか、NISA とかみんな知ってるんじゃないかぐらいに思うんですけど、企業さんの従業員の方向けの、マネープランセミナーに行くと、全然なんですよね。本当に関心がそこまではなくて、確定拠出年金でもやっぱり定期預金でずっと置いてありますみたいな人もすごく多いので、こっちがメインなんだろうな。そうで、実際にだいぶ良くはなったと思うけれども、でもまだ個人金融資産において現預金が中心だし、投資のイメージはっていうと1位が損をするとか、なんか難しいとか騙されそうだとかいうのがずらずらっと続くと。じゃあ世界の他国を複数見てもですね、投資とかインベストメントのイメージめちゃくちゃ良くて、そういう楽しそうだとか儲かりそうだとか、世の中に役に立つとかいうのがあるのに、投資という概念そのものが非常にネガティブになっているというのがすごい残念だなと思っていて、なんかお金について例えば家庭とか学校とかで子どもの頃から話す環境にないから、慣れてないっていうのも一つあるのかなと思いますよね。で、私ずっと草の根の投資家さんの交流会っていうことで、コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べっていうのの共同幹事をしてるんですけど、やっぱりなかなか聞くと家庭とか仕事場とかでお金の話とか特に投資の話ができないっていう方が多いんですね。なので、そういうまず場を作ってみる。でそこで仕事場とかでももしかしたら話せる人とかいるかもしれないじゃないですか。そうですね。だからそういう人たちをちょっとでもいいからちょっと探してみて、話せるような、仲間とちょっと飛ばしますね。このあたりは僕も大体いいんですけど。ここだな。40代、50代、60代、年代によって70代1位になるのが老後の不安なんですね。どうしてなんだろう。じゃあ老後の不安を細分化すると何かっていうと、ほぼお金の不安なんですよね。でじゃあ老後って何だろうと、みんなが不安になって老後って何だろうということって、老後とは何かとか、いつ老後が来るのかとか、じゃあ老後とはどういう状態なのかっていうことを考えている人はほぼいないな。だから実はあまり深く考えてないんだけれども、よくわからない怖いことに対して身構えているような気がするんですよね。竹川さんにとって老後ってどんな感じなんですかね。老後ですか。私でもぼちぼち細く長く働こうって思ってるので細く長く働いて、でちょっと時間の取り方の配分を変えて好きなことをもっとしたいなと思っている感じなんですよね。だからなんだろう、それいつから老後なんですかね。分かんないですけど、65まではとりあえず働こうと思っていて、65から70までは仕事をだんだん減らしていって、70時点で辞めるかどうかをそこで決断しようと思ってますけど、でも70でもなんか元気だったら働いてそうなイメージしかないんですけどね。元気だったら若干
でもなんかオファーがあるうちは仕事してるかもしれないですよね。ですよね。そうすると老後か老後でないかっていうのは仕事をしてるかしてないかの差なんですかね。みんなが考えてるのは仕事か。でもほぼリタイアしててもなんかお小遣い稼ぎみたいなことっていろいろできるじゃないですか。してる人も多いですよね。年金もらいながら。そうですよね。父そこそこなんだろう退職金もらったんだけど、結構喜んで自転すいません。なんか聞いちゃうんですけど、まずここで言いたかったのは2000万円問題に関しては、この竹川さんが言いたかったのは2000万円っていうものだけがキーワードが一人歩きしてしまって、本来伝えたかった、ことが全く伝わってない。まあ、多分これ、夫婦で65歳の人たちが、厚生年金をもらった人をシミュレーションしたときに、100歳まで生きたときだったっけ？100歳まで生きたときに、その65歳から35年かかって、1ヶ月のその収支が、5万円夫婦で足りない。それを、35をかけたときに2000万円足らないよっていうのが確かその報告書だったと思うんですね。これを作ったときに、毎月5万円っていうより、35年かける、でやって2000万っていうのがインパクトが強くなっちゃって、っていうことを多分言いたかったと思うんですね。なので、多分、どちらかというと作ったものに関してっていうよりも、それを見た人たちが、藤野さん曰く、ちょっと言い方悪いですけど、金融リテラシーが日本人はないもんで、こういうキーワードだけが一人歩きしてしまったのが残念だみたいな言い方をしてました。結局この解決策っていうのは、なんていうの？資金を貯めるっていうことより、老後っていうものに関しては、僕もちょっと言ってますけど、仕事を続けていくこと？なんか、今までの日本人は、老後っていうのは、仕事を辞めてリタイアして定年して何もなくなって隠居生活っていうのを老後って言ってたらしいんですけど、今って、こう積み立てとかも、していきながらですけど、自分がどう社会に関わってい続けられるかっていうところで、もしそれがなくなったら老後になるかもしれない。だとしたら、少しでも仕事をしてお金をいただいて社会に貢献できることを続けていれば、その2000万円問題っていうのも当然ね、65歳じゃなくてもいいわけだし、ね、続けていけばいい。で、それじゃなくてもう完全に趣味だけで生きていこうっていうことであれば、当然そのストックするお金もいるとは思うんですけど、何らかしら働いていることができれば、こういう問題ってないんじゃないかなと思うわけですよ。でですね、今日最後に、この竹川さんのところは、こういう形でこう解決策としては、働こうねっていう話をしてるんですが、この2000万円問題の本当のこう問題点っていうのを、この動画で見つけました。こっちじゃないわ。この、よくある、この、ゆっくりチャンネルマリサと、なんだっけ、レイムの、この話が、どこだったっけ、貯金は不要だった。老後2000万円問題ゆっくり解説って、じゃあ老後の資金本当はいくらあればいいのかっていうのをすごいいい分析をしているので、最後これを聞いてもらいたいなと思う。ちょっと安心してもらいたい部分もあります。ちょっと待ってくださいね。これ大きいかな？はい。いきますね。よかもした社会事件だったよ。老後2000万問題が出たらめって一体どういうこと？私たちはいくら貯めればいいの？まず、最初に老後2000万問題を軽く説明して、次に、いかにデータが出たらめで、老後2000万円が嘘な理由を説明する。最後に、老後いくら必要なのか住宅ローンの買い入れもしてない年下の人で。なるほど。まず例の、老後2000万円問題って具体的にわかる？ 3.3% の利息払ってましたね。どれも金融リテラシーかな。
69のぐらいしかわからないかも。うわ、やっちゃってます老後2000万円問ね。題が出たのは、2019年に発表された。高齢社会における資産形成、管理についての意見書なんだよ。69歳この意関見書をま西とめるとか。、老後、お金が足りなくなることがあるから。若いうちに、これちょっと喋りながら川端さんの話で、老後に備えて蓄えましょうねっていう、お金の資産形成に関する報告書なんだ。なんて言ったらいいのかな。老後人間ってその目標があると、そのために頑張ったりする違う。っていう意味では、 2000万が出てきたの？いいことかもしれない。 2000なんていうの、万円が出例えばてきた、のは、その、この報借告金のある方とかも、借金の完済のために、こう、頑張ったりするっていうことで、まあ、それを目標と考えるからだけど、でも、それが、いつも見えないストレスになっている。これがね、借金とか返済が、ストレスになっているんだったら、嫌ですよね。捉え方ですよ収入よりね。支出のが多いね。もう僕そう、このは収入は年金も含めているダからメですね年金をもらっても毎月5万円足りない家持と指摘しておちり、とか、今は医療技術の飛躍的進歩で、人生100年時代とキャ言われていッ買る通り、うなら中古のマンションでキャッシュで毎月5万円かける買う12ヶよ月かけるな。 30年今だった。らですね。年金をもらっていても、2000万円も赤字ができてしまうんだよ。うんいやーそれをこうストレスと考えているかどうかですよね。そう。でも、この2000万円は、 10年、15年前とかは、家を買っ80歳まで生きるとしても、いることっていうのが一つのその車もそうです。ステータスだったんですよね。僕の1個前の、まあ、親世代っていうのは、 8年、いい車に乗っ68歳まて、でしか生きられないの？この数字を見ると、貯金500万円しかないと、寿命より先にお金が尽きるっていうことだな。生活するっていうことが一つのなんか、成功ステータスだったこれが老後2000万円問これ題のってやっぱり出所。時代によって絶対変わってると思うんですよね。 65歳以上の2人世帯の収入と支出を比較したときに、支出のが5万円多くて、今は人生100年時代、うん老後30年生きるためには、5万か価値ける12観ってすごくヶ月かける多様化して30年、るから、 2000万が必要になるってでことね。も、そういうことだな。僕だったらもう年金も含めても35老後年、 2000万円ないと、ロお金ーンはが足りなくなるというのが、今のこの世の中で30年っていう会社も潰れるだろうから、お金がなくてそんな保証がないからなんて惨めな。霊夢の指摘はごもっとも、お金がなくて生きていけないというのが、年金受給者や50歳ぐらいに猛烈に響いた。一番響いたのは、65歳で2000万円準備していない老人だな。あと健康を害してる人老後と2000万問題はよくわかったよ69歳だと、で、マリサは、ちょっと言い方悪いですけどこの2000万はデタラメって言っていたよね。健康年齢が今男性だと72歳ですよね。明らかにおかしいだから生きてても、危ない人はもうなんかここからは個人的危ないですよね見解も含まれてくるので認知症じゃないですけど、こんな考えも何あるんだらかしらなという心構えでご視問題聴ください。抱えるかもしれませんもんね。 OK。毎月ギリギリ。 5万円赤字という前に、大前提を説明しなければいけない。うん大前提？そう。例えば、ここ言ってますね今2000問題2000万円問題のの。ね、持ってる。ところ。残念ながら、10年後に地球はなくなります。10年後には消消滅するってちょっとそれは、極端な例言っ使い切るしてかますけど。ないでしょ。はいあ。の世にお金は持っていけないからね。だよね。ここから言い方が少しきつくなってしまうが、もう人生の終わりが見えた時には、そのお金を使い切るようにお金を消費すると思う。つまり、地球が10年後に終わるから、それまでに2000万を使っていくってこと？そう。だから本当に、そうなると、霊夢は2000万を10年で使い切るとしたら、さっきのお金の学び場じゃないですけ2000ど、万割る10年割る12ヶ月。おおよそ皆さんも、 56こ万円もの、まあ、切り崩すことが可能。 69歳まで完済っていうのも一つ手本業の手取りがで20、万だとしたら69歳ぐらいまで、収入は20万、支出は36万。そう。そぼそぼでも楽しく働ける環境ができれば、毎月5万円赤字は、またい65歳時点でいいですよね。金融資産の幸せな人2200万円生かもしれませんよね。うん。ちょっと待ってよ。前提として、2200万を持っているってこと？そう。これこの後、ゆっくりの解説の方で、インフレのことも言うのかなと思いました。前提として円の価値とか。ででもそこは言わなかったですね。そうなると話が変わってこない？そうだぜ。30年後、つまり100歳までで人生が終わると予想すると、今、持っている2200万円を使い切るように生活していくよね。そうだね、あの世にお金は持っていけない。だから、当たり前のように貯金を崩すから、支出のが多くなるのは当たり前。
もうちょっと整理させ貯て。金を崩すって言ってつまりますけど。、今回の毎月5万円の赤字というのは、2200万円貯金がある状態で、この2200万円をうまく使い果たすように支出しているわけ。亡くなる前に、お金を使い果たそうと散財している人の支出データから、毎月5万円赤字で、老後2000万円足りないって言っているけど、貯金をわざと切り崩しているんだから、当たり前の話でしょ。今まで貯金してきた2000万円分が、支出になって、多くなるのは当たり前じゃない？言ってることわかる？わかる。ここがポイントですね。そもそもデータの取り方がおかしいってこと。データの取り方が、金融資産をレーンの人で、毎月の支出がマイナス5万円というデータならば、それは、30年生きるために2000万円が必要になるよね？だね。だけど、今回は、2200万円すでに持っていて、その2200万円を使い果たそうとしており、30年で今まで貯めた2200万円分、たくさんお金を使いました。だから、老後2000万円ないと、生きていけませんって。そうはならんでしょ。なるほど。つまり、貯金レーンの人が、毎月5万円足りないのってなったら、30年生き続けるために、2000万円必要だけど、そもそも今回の赤字のデータは、お金持ちのを参考にしているってことね。正確に言うと、全体平均だな。なるほど。そうなんですよ。全体平均の2000万円足りないっていうのはおかしく思えるわ。ということなんですね、でしょ、ここは。すでに2200万円持っているんだから。なるほど。よくわかったよ。2000万というのがデタラメなのが。実はこのデタラメっぷりは、支出の内訳を見るとよくわかるんだ。内訳？毎月26万円ここからですね。毎月5万円赤字26万円を何にに使ってるか。じゃあ、毎月26万も。すいません、あと5分ぐらいなりますね。これで終わりますのでね。26万円の内訳は、もちろん、食費、住居費、この支出のデータがまた、生きていくために必要だよね。さらに、内訳を見ると、教育娯楽、その他の消費支出という項目がある。そう、娯楽教育がポイントです。この2つだけで、8万円近くもかかっているんだ。8万円って結構大きいわね。これって何だと思う？その他消費支出ってことは、歯磨き粉とか洋服のことかな？いや違う、それは別の内訳に入っている。なんだろう。私もわからなかったから、元データの総務省の家計調査を確認したんだ。そうしたら、教養娯楽は、娯楽費用、本、娯楽サービス。その他の消費支出は、交際費、お小遣い、仕送り金、雑費。おい、完全に遊ぶ金じゃない。そう、そうなんおそらですよねく、パチンコ代、カラオケ代とかも娯楽費用に入ってくるんだと思う。その娯楽費用は、毎月8万円ってこと？そうだぜ。遊びすぎだよ。毎月、5万円赤字なんです。って言っておき、8万円分遊ぶお金が含まれているという。そういう状態だぜ。じゃあ、教養娯楽費、その他支出で、8万円かかここなんでっているってことすねは、。はい。この遊ぶお金をこの2 26万円の支出の中には毎月の収支はプラマイレイになるよね。娯楽費8万円が入ってるんですね。毎月、5万円足りないと言われている支出のデータの中身は、遊ぶお金の8万円分も含まれているという。全然、信用できない数字じゃん。はい。少し愚痴りますが、今の20代、30代で、毎月26万円も使っている人少ないんじゃない？だね、毎月8万円遊びに使うってことだもんね。人生の終わりが近いし、今まで頑張ってきたから遊ぶなとは言わないけど。ねえ。確かに。このデータって遊ぶお金もたくさん含まれていて全く当てにならないんだけど。結局いくらぐらいあればいいの？こっからですね。じゃあ、いくらぐらいあればいいか教えよう。わーい。どれくらいだと思う？1000万ぐらい。ブーブー。正解は、0円です。0円。はマリサ、ついに土地狂ったか。いや、データだけ見ると0円。どういうこと？この遊ぶお金がたくさん含まれていて、老後2000万円問題の元になったデータは、総務省が発表している2017年度の家計調査を元に算出されているのね。例夢に、この家計調査の2020年分のデータを見てほしいんだ。2020年。2020年はどんな年だった？そりゃあ、コロナウイルスが蔓延して、どうなるかと思ったよ。緊急事態宣言とかで、娯楽施設は休止、旅行とかも控えてたよね。そう、そこがポイント。無駄に遊ぶことができなかった年なんだ。つまり、遊びまくらないで、ひっそり暮らすためのデータは2020年に隠されている。そうか。で、2020年の家計調査だと、毎月、いくら足りないの？ですね、毎月足りないのは、1500円だけです。はぁ、1500円。そう。
ラーメン1杯我慢すれば、暮らしていけるってこと？よし、ストップ。はい。ということで、ここからこの、残り1500円。これは、まず整理するとですね、この、調査が2017年のコロナの前の65歳の、まあまあ、資金に余裕があって、厚生年金でたり、なんだ収入が21万円夫婦で。で、支出が26万円。という問題だった。で、マイナス5万円って言ってました。で、まず、これ計算しなきゃいけないですけど、例えば皆さんが厚生年金でもらうか、それから、国民年金とプラス、なんか、イデコとかあるじゃないですか。で、月にいくらもらえるかっていうのが分かれば、当たり前ですけど、月々いくらお金がかかるっていうことを自分で、ね、なんつうの考えれば、例えば今の生活で65歳になった時に家賃や何かがあって、月々に15万円自分一人で例えばかかるとしたら、で、それだったら厚生年金が10万円とか11万円降りてもマイナス4万円ですよね。これはやっぱ老後で必要になりますよね。ただ、皆さんの中で、例えば65歳とかになった時に、いろんな今の住宅ローンとかもそうですけど、なくなった時に、月々いくらで生活できるかによれば、この年金の今の言ったことって2000万円問題って解決するかもしれないじゃないですか。僕は今の言うと国民年金に変わったので、なんつうの、厚生年金もありますけど、今自営業になったので国民年金になったからイデコをやるようになって、その厚生年金の分を埋めようかと。いうことで、もう一個、付加年金っていうのもやってますけど、それで全部でシミュレーションして、月に11万円になれば、生活できるかなっていう感じなんですよ。だけど、やっぱり物買ったりする人とか趣味とかであると、月に11万円で済まない方も当然いるかもしれないですよね。はい。だから11万円一人で生活費で超えたら、ちょっと老後、の積み立てはいるかもしれないですよね。ということを多分、言いたいのかなと思います。この、内容については、65歳で裕福な人たちの平均値を取ったっていうことなので、だからさっきの遊ぶお金が8万円っていうのも言っていた。仕送りとかもあるかもしれないってことね。今の65歳まで仕送りするかって孫になんか買ってあげるかなんかだと思うんですけどね。かなり余裕な、支出だったと思います。はい。ということで、これ結論としてはこの人は1500円赤字で済むよっていうことで2000万円問題なくてもいいんじゃないの？ただ、ね、余計使う人は老後で、貯めておいた方がいいよっていうことを言いたかったということになりますね。はい。ありがとうございます。はい。ちょっと時間伸びてしまいました。土曜日ですけども、また、違った観点でね、そうだなぁ。アメリカの株とか言っててもしょうがないから、またちょっと他国の、最近また中国も面白い話もあったりとか、新興国もあるので、そこら辺あたりをね、ちょっと、かいつまんでいこうかなとも思っております。はい。ということで、今日はこんなとこでいいですかね。はい。いろいろ、また、教育のこととかもちょっと最近増えてきちゃったかもしれないですけども、教育のことと、こういうお金の話っていうのを週3でね、行きたいなと思います。はい。しめじさんありがとうございます。はい。皆さんありがとうございました。ではまた土曜日23時お会いしましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。失礼いたします。